はいどうも、海外テックのこれまじミントです。海外テックの発表を一時ソースで確かめる番組みなです。今日は AI コーディング CLI の見えない請求書を実際にプロ棋士で測ったレポートを読み解く回です。見えない請求書？そう、2つの CLI に同じ OK とだけ返してという一言だけ送ってみたんです。その最初のリクエストの中身を見たら、私が打った文章より前の土台部分だけで片方は33,000トークン、もう片方は7,000トークンもう積まれていました。こっちはまだ一文字も打ってないのに、それ全部見せて。まず最初の答えです。 CLI に何か一つでも指示を送ると、その同じリクエストの中にシステムプロンプトと使えるツールの説明と裏で足される設定がこちらが打った文章より先に積まれています。システィマという AI コスト最適化のコンサル会社が CLI とモデルの間にロギング用のプロ棋士を挟んで、実際に送られた JSON と API が返したトークン数をそのまま記録しました。それでさっきの33,000と 7,000？ はい、クロードコードは約33,000トークン、オープンコードは約7,000トークン、どちらもこちらが打った文章を除いた土台部分だけの数字です。倍率にすると約 4.7 倍。中身はシステムプロンプトそのものと使えるツールの一覧、それに裏で差し込まれる補助情報です。例えるなら2文字の返事をするために片方は文庫本1冊分、もう片方は数ページ分の説明書を毎回持ち歩いているようなものです。 4.7 倍で会話が始まる前からもう差がついてるんだ。それってもうお金が発生してるってこと？そこは少し注意が必要です。今日比べているのは入力側のトークン数で、キャッシュへの書き込み読み込み、普通の入力では単価そのものが違います。なので今日出てくる数字はそのままドル換算というより土台の大きさの比較としてみてください。これは搭載しているツールや裏側のオーケストレーション機能が多い設計ほど説明部分も長くなるという構造の話です。ここからこの差がどこから積み上がるのか順番に見ていきます。最初の33,000トークンって毎回そのまま払うの？いいえ、ここにキャッシュの仕組みが関わってきます。オープンコードは送るリクエストの先頭部分がどの回もどの実行も1バイトも違わず同じでした。だから最初の1回だけキャッシュに書き込んで、あとは安く読み返すだけで済みます。クロードコードは違うの？同じ作業をさせてもクロードコードはセッションの途中で何度もキャッシュを書き直していました。実測ではクロードコードのキャス書き込み量は同じタスクでオープンコードの 5.9 倍から最大54倍にもなったケースがあります。キャッシュへの書き込みは通常の読み込みより単価が高いので、ダッシュボード上の消費が伸びやすくなります。つまり内容が1バイトも変わらないかどうかが静かに聞いてくるんだ。改札に例えると分かりやすいかもしれません。同じ定期券ならそのまま安く通れます。でも券面が変わるたびにまた新しく登録し直すと書き込みの分だけ余計にコストがかかりますよね。クロードコードで改札を通るたびに新しい定期券を作り直してたってこと？イメージとしてはそれに近いです。この安定して同じ土台を送れるかこそがキャッシュ費用を左右する隠れたレバーでした。なんでオープンコードは変わらなくてクロードコードは変わっちゃうの？そこまでは記事も断定はしていません。ただシステム部分や最初のメッセージの中身に実行のたびに差分が確認されたとだけ報告されています。原因の特定より結果として書き込みが多かったという実測の方が今日は大事なポイントです。これは実際に自分の開発環境を持っている人に関わる話です。 72KB の指示ファイルクロード MD やエージェンツ MD を読み込ませると、それだけで毎回のリクエストに約2万トークンが上乗せされます。毎回ってこと？てっきり1セッションに1回だと思ってた。毎回のリクエストです。しかも実務的な注意点がありました。今回計測されたバージョンのクロードコードはエージェンツ MD という名前のままだと読み込まず、クロード MD という名前にリネームした時だけ内容を反映していました。オープンコードは両方のファイル名をそのまま読み込みます。ファイル名一つで読んでもらえるかどうかが変わるんだ。さらにそこそこの規模の MCP サーバーを5個つなぐと5000から7000トークンほど追加されます。1個あたり1000から1400トークン程度です。それ全部足すと結構な数字になりそう。実測では実運用に近い構成、大きめの指示ファイルと MCP サーバーが数個ある状態だと、こちらが1文字も打つ前に75,000から85,000トークンの深さまで積み上がっていました。便利機能を足すほどこの土台が厚くなる構造です。75,000から85,000トークンって
正直ピンとこないんだけど、どれくらいの量なの？ざっくり言うと、さっきの文庫本1冊分の土台よりさらに3倍膨らんだ文字量です。こちらが1文字も打っていない段階でそれだけの分量が毎回のリクエストに載っているということになります。サブエージェントに仕事を分けたら逆に楽になりそうなのに。それが直感に反する結果でした。ある作業を1つのエージェントが直接こなすと12万1000トークンでした。同じ作業を2体のサブエージェントに振り分けると合計で51万3000トークン、4倍以上に膨らみました。なんで4倍も超えるの？サブエージェントはそれぞれが独立したエージェントだからです。自分自身のシステムプロンプトとツール一覧をターンのたびに読み直します。つまりさっき見た名乗る前の請求書をサブエージェントの数だけ複数回払うことになります。じゃあ親のエージェント側はサブエージェントの会話を全部読み込むから重くなるの？そこは実は逆です。親エージェントが受け取るのはサブエージェントが返した結果だけです。重くなる原因は各サブエージェント自身が背負う起動コストの方にあります。仕事を細かく分けるほどこの起動コストの回数が増えるという構造です。じゃあ分身の術したらそれぞれが自分の説明書を丸ごと持ってくるってことか。数が増えるほどその分厚い説明書も一緒に増えていくんだ。海外の一時データを数字ごと日本語で持ってくる今日みたいな回面白いと思ってもらえたらチャンネル登録してほしいのだ。こういう実測レポートこれからも読み解いていくよ。ここまで聞くとクロードコードはそんなだけに聞こえるけど、それがこの記事で唯一クロードコードに有利に出た結果があります。複数ステップの作業をやらせてリクエストの回数を比べました。土台が高いクロードコードと土台が低いオープンコード、最終的にトークン合計が少なかったのはどちらだと思いますか？土台が低いオープンコードの方が有利な気がする。それが逆でした。クロードコードは道具の呼び出しをまとめて少ないリクエスト数で処理しました。3回のリクエストで合計12万1000トークン。一方オープンコードはターンのたびに7000トークンの土台を払い直すので9回のリクエストで合計13万2000トークンになりました。あれ、じゃあ結局クロードコードの方がトークン合計は少なかったってこと？この組み合わせではです。ただ別のモデルフェーブル5で同じ作業を測り直したところリクエスト数が2倍に増えて合計は約29万8000トークン、オープンコード側の13万3000トークンを今度は上回りました。モデルが変わると結果も変わっちゃうんだ。はい、まとめて処理するから有利というのは実際はモデルと作業内容の組み合わせ次第でした。メーターの始まりが高いことと最終的な消費が高いことは別の問題だということです。クロードコードを自動ループでガンガン動かす方法は以前別の動画で解剖しているので気になる人はそちらもチェックしてみてください。今日紹介した数字はあくまで特定バージョンでの実測です。項目によって実行回数も使ったモデルも違うので今日の数字はその範囲での結果として見てください。測定の考え方自体は CLI とモデルの間に何かを挟んで比べるというシンプルなものなので条件を揃えれば近い形で確認できます。イスティマは AI コストの最適化を仕事にしている会社だからその色眼鏡は意識しておきたいところだけど、測定方法は誰でも確認できる形で公開されていてしかも彼ら自身クロードコードの方がトークン合計が少なくなった結果もそのまま出しています。そこも含めて条件付きで参考にできる数字だと思います。持ち帰るべきは指示ファイルのサイズと MCP サーバーの数とサブエージェントへの振り分け方、この3つのつまみはどれも入力前のコストに直結するということ、そしてリクエストの先頭を毎回同じ内容に保てるかどうかがキャス費用を静かに左右する一番のレバーだったということです。自分の環境でも今すぐ見返せるポイントってあるのかな？あります。指示ファイルのサイズとつないでいる MCP サーバーの数は開発者ならすぐに見返せる項目です。あとは使っているダッシュボードのキャス書き込み量がセッションの途中で急に増えていないか、そこは手がかりにはなりますがどのつまみが原因かまで特定するには一つずつ変えて試すくらいの慎重さが必要です。今日は AI コーディング CLI の入力前のトークンを実測データで解剖しました。よかったら高評価もお願いします。それじゃなとミントでした。またね。